こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウス、オーストラリアの海運先生術師、新海真希です。さて、2025年の星読みです。2025年はとにかくいろんなことが起こります。たくさん YouTube 動画を出していくつもりですので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。今年はライブなんかもしていきたいと思います。今までね、インスタでしかライブをほとんどしてないのでですね、YouTube でもやる予定ですので、ぜひぜひ登録お願いします。じゃあ早速なんですけど、今回2025年の全体的な大きな天体の動きからの、流れですね、を先生術で追っていきたいと思います。それからこのセプタグラムソウルジャーニーコーチングのもうこのカードリーディング、本当にめちゃめちゃ先生術とリンクしていてよく当たりますので、こちらで見る2025年、特に自営業などね、頑張る人が増えるということが分かっているので、どういうことに気をつけると自営業がうまくいくかっていうのをカードリーディングでも見ていきます。そして、12星座別に2025年こんなことが起こりそう、こんなことに気をつけて、これも最後に出したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、早速なんですけれども、まず2025年はどんな年になるのか、天体の動きっていうのを整理しておきたいと思います。冥王星は2024年ですね、11月の20日に水亀座に移動して、そのまま、水亀座にステイしますね。で、冥王星っていうのは地下のヒーローでもあり、根本的にそこから地下から物事を変容させていくというエネルギーを持っていて、これがテクノロジーとかソーシャルメディアとか情報や流通や法律そのものの改革なんかも起こす場所にいるということで、そのようなことが起こりそうというのがまず一つ。それから天王星は逆行から始まるんですが、1月31日に順行へ戻り、牡牛座をそのまま進みまして、7月の7日に双子座に移ります。これは2025年問題と言われている課題を引き起こす可能性があり、別動画でこの動画を上げているので、ぜひそちらを見てください。だいぶ前に上げましたけど、いよいよこの2025年がやってくるということなんですね。9月の6日から、逆行を始めて2026年にかけて逆行しますから、11月の8日に一旦大牛座にまた戻りますね。で、その後は年内に大牛座に指定しますが、双子座に入っている期間っていうのが、かなりありますので、完全な天王星双子座時代の予行演習ができます。で、これはですね、去年からすでにエネルギーの影響を受けていて、メディアとか新聞とか権力、オーソリティ、私たちがずっと信じてきた巨大企業とか大きな力を持つもの、銀行とか、そういうところが大きく変わっていく。で、そういうものの影響を受けて、情報というのが流されてきていたんだとしたら、そういうものを鵜呑みにしない方向へ改革が始まっていくというのが2025年の動きにありそうです。だから皆さん、オーソリティからの影響から手放しを始めていく、脱出していくというかね、成長して自分で自ら真実の情報を手に入れるという方向に動いていく人も多くなりそうです。84年が公転周期の天王星は、天王星はその自分のサインのいるところを改革していくんですね。で、双子座のところに今回しばらく2025年行くということですから、ちょうどその期間は真実、隠されたままになっているオーソリティの情報よりも真実っていうものにスポットが当たり、国民は騙されていたことに気がついたりするかもしれません。で、さっき言った2025年問題っていうのは84年前に天王星がその同じ場所にいた時に日本は戦争を起こしてるんですね。それはガバメント、大きなオーソリティの流す情報を信じて、プロパガンダですね。だからこれに本当に注意して、あの時には私たちは間違えた選択をしたかもしれないけれども、今回は世界から取り残されることがないように、情報に注意です。で、この位置は技術革新ももちろん起こります。冥王星の位置からもそうですけれども、天王星の位置からもそうですね。AI だけじゃなくて、私たちが最高に安全だと思ってきた古い権力の中にある金融システムとか、選挙のシステムとか、そういうものも壊されていく。なんかもっとフェアなものがあるんじゃない？なんで私たち今まで気づかないでこんなものを信じてきたんだろうみたいな事件
ニュース、出来事もたくさん起こっていくと思います。その冥王星が水亀座にいることで、情報、新聞、テレビ、権力への忖度がある場所ですよね、そこははっきり言って。そういうのの忖度がない SNS などから情報をゲットしていくっていう、で、またこの SNS のプラットフォームももっと増えていく。今ある選択肢じゃなくて、もっと増えていくし、より居心地の良い、こういうね、やっぱり YouTube とかでバッドボタンもあるし、こうネガティブなエネルギーを受けることもあるんですけど、もうそういうもののない、評価するんじゃない、みんなが普通にグッドボタンだけのとか、そういうプラットフォームも増えていくかもしれませんね。で、前回のその天皇制の影響は日本人はこう辛い方向に受けてしまったわけですけど、ここでその権力からの情報にごまかされないっていう日本人を確立しておけば、一旦真実に気づくと、やっぱり頭の回転が本当に速い民族ですし、団結して力を発揮するので、こう改革に対してはものすごくこうスピーディーにすることができる。しかもやっぱり思いやりがあふれる。これが日本人のいいところで、なんか思いやりとともに改革ができる。そうすると世界から日本人が再評価されていく。みたいなことも理想ではありますが、個人的には起こってほしいし、起こるんじゃないかなと思っています。で、実は来年一番大事なのは海王星と土星の動きです。最も重要なテーマです。海王星が13年ぶりにサインを移動します。魚座スタートで3月の30日にお羊座へ移動して、7月の5日から逆行が始まって10月の22日までお羊座にいます。で、この間、この後ですね、一旦魚座に戻って、12月の10日巡行に戻り、そのまま年内を魚座にいて、本格的に移るのは2020の26年。これからお牛座、違う、海王星、お羊座時代が始まりますが、かなり長い期間、今年はその、今年っていうのは2025年ね、予行演習ができるっていうことです。で、こうなると、夢の海王星がお羊座に移っているこの3月から10月の期間は、夢への情熱が高まって、もっと夢を明確に形にしたくなる人は増えていく。今まで控えめだった人もなんかこうやりたくなっていくっていうことが起こる。で、3月には月食とか日食もあるので余計盛り上がるかもしれません。ただし、ここが問題。海王星だけだったらよかったんですが、そこに土星がちょっかいを出してくるんですね。土星も同じようにお羊座に来ます。5月25日にお羊座に移動して、7月13日に逆行が始まって、9月の1日に魚座に戻り、11月の28日に巡行に戻り、その後年内、また魚座にいるんですけれども、だからまたね、本格的なのは2026年なんですけど、でも5月から7月のこの期間にお羊座で海王星と土星がクラッシュするんですね。それがもう待ち焦まえているので、もう一つ海王星が魚座に、お羊座に入ったからといって、みんなが夢頑張っていこう、夢に向かってみんなが動き出してるね、とはならないですね。伝統的には海王星は夢や理想の天体で、土星は現実や制限や試練なので、この2つの天体が同じサインにある、クラッシュするときには、先生術では、曖昧な夢とか理想でしかない大きな目標と、現実的に可能なこととの間のギャップを感じる時だというふうに言われてるんです。だから逆に夢を抱いたんだけれども、やっぱり現実って厳しいのねっていう時期になってしまうというふうに、言われておりますね。だからなんか、今まで控えめだった人までせっかく夢に向かって動き出したのに、今まで控えてた分、期待も大きいのに、やってみたら、やっぱりモチベーションを上げたのに、土星が邪魔をするから、結局やっぱり現実ってこうよねって言って余計がっかりしてしまうっていうことも考えられますね。なんでちょっとこう悶々とする人も多いかもしれません。ただし、いい意味では、現実的にこう気がついて、漠然とした夢や目標じゃやっぱりダメなんだなって。ただ大きな目標を言うだけじゃなくて、現実に一歩一歩近づいていくような目標を立てることも必要だっていう、こう、修正ができる。ただの理想じゃない、努力や行動の伴う計画を立てやすくなる時期とも言えます。これによって、一挙にここを目指してずっと動かないよりは確実に近づいていくという方向に夢を立て直す人も多くなるかもしれません。
またもう一つ、夢と現実、試練が同じ場所にいるというのは、みんなから見て夢の有名人とか憧れの人とかセレブ、憧れの存在の本性が見えて幻滅する、暴露されて暴かれるみたいなことがいっぱい起こる天体の位置でもあります。ファンががっかりするような、なんか有名人のニュース、ね、推しの真実の姿を見ちゃうみたいなものも多くなるかもしれません。で、もう一つ、この、天体の動きは、各国ごとに結局争っている世界であって、世界平和なんてこのままじゃやっぱりありえないよねって、どこかで諦めている私たちがもう一度海王星のお羊座の入りによってやっぱり世界平和目指そうよ。でもそれって目指してるだけでみんな言ってるだけで平和運動をしてても現実的に何もやってないから、やっぱり戦争がなくならないんじゃない？もっと現実的な動き、そうすると、そこに行くためにもっと選挙とかね、代表者の選び方とかね、根本から変えていかなきゃいけないんだってなってくる可能性がある。そうすると、ここで地下のヒーローがなんかこう地下芸人さんが活躍していくっていうのも、この冥王星の動きからはあり得るんですね、2025年っていうのは。で、地下にいたヒーローたちが、今までこうある程度のこう力を持ってないと政治家っていうのも、投票数を獲得できないようなシステムですけれども、もう全然ポコッとこう出てくる。まあ、ここでは言いませんけど、個人的に私が応援したいなと思っているような人たちは、みんなこう地下ヒーローみたいな人たちばっかりなので、政治でも、そういう人たちが本当に選挙に通っていくみたいな可能性もあるから、そこを変えていかないと世界平和なんてありえないもんっていうことにみんなが気がついていくからです。先ほどお話した冥王星と天王星の位置からも、こうソーシャルメディアとか、古い時代のメインストリームとは違う方の場所ですね。新聞やテレビじゃない方の場所で活躍するヒーローさんたちが、そこでたくさん自分のこう、マニフェストを掲げて、みんながそっちの方にこうなびいていくっていうことが起こる可能性が大いにあります。で、いずれにしても土星は、29年かけて公転周期、それがお羊座に入るっていうことは、試練の29年が一括りするということも確かなので、人類にとっても一人一人の個人にとっても、なんかこの29年間やってきた苦労っていうのは一段落する。で、それによって、なんでこの29年苦しかったかっていうのの原因が、土星がお羊座に入ると分かりやすく明らかになるんです。なんだ、全部の原因はこれだったのかっていう、こう解決策が生まれていくっていうことも起こっていくかもしれません。で、もう一つ、お羊座にはカイロンも、いるわけですね。ですから、この土星とカイロンが一緒にいる期間がこう、ある2025年っていうのは、傷をそのままにするのではなくて、その原因が分かりやすくなるっていうのは、ここからも言えます。それから分析して解明しようとする動きも多くなります。で、この間の動画でも言ったんですけど、ハイジアという小惑星もカイロンに寄り添っている期間が2025年はあるので、これは浄化して、癒して消毒する。だからなんかいろんなこの29年の傷が癒されて解明されて、ああ、もう同じことを繰り返さない、こう、海が出ていくっていう可能性があるんです。これは個人もそうだし、社会の海も。根本改革がひょっとしたら2025年から始まるっていうのはここからも言えるのではないかと思います。2026年にもっと大きなお羊座で、くっつく出来事が起こるんで、まあそれに備えてかな。それはまた別動画であげたいと思います。やっぱり占星術では、土星の位置は運気の悪い場所、木星の位置が幸運の場所とされることが多いんですけど、私は個人的に土星は、社会の一員として成長する必要がある領域を明示してくれるありがたいティーチャー、先生だと捉えています。土星はいつも冷静で現実的で、これはこれから想定外のことがいっぱい起こる風の時代には大きなメリットとなるので、土星の指導はしっかりとありがたく受け取っていくっていうのがおすすめだと思ってます。自由な時代、風の時代とはいえ、制限とか守るべきルールっていうのは風の時代なりにあります。
宇宙が風の時代だけど、ここだけはちゃんとしないと宇宙から罰則を与えますよっていうのがあります。それを示しているのが土星の位置ですから、今言ったことをもう一度ね、しっかりチェックしておくのがいいのではないかと思います。私自身の話で言うと、土星はその土星のあるところにもう一度物質的な価値なり、ちゃんと見るべきところを見てねという場所なので、魚座の土星期、この2、3年というのは、魚座のテーマである見えるものと見えないものの間にあるエネルギー、見えるものや物質的な豊かさや価値と見えないものや精神的な豊かさとエネルギーなど見えないものの価値との間の葛藤やバランスについて学び経験した魚座土星期でした。で、それによって私の中で生み出したのは、実際的にちゃんと見える形で目標を達成するために必要な努力やプロセスについて、すごく明確にすることができた2年間だったんですね。それによって、脳科学っていう見える世界の物質的な世界にある脳科学が導く願望実現メソッド、願望実現という見えない世界の夢、これから起こるものへ導いていくっていうものが誕生しました。脳科学が導く願望実現メソッド、セプタグラムソウルジャーニーコーチングっていうのを生み出して、レジスターして、特許庁に申請してっていう、全部現実的に夢の動きを体系化していくっていうことをしたんですね。脳科学で分かっている見える形の科学的なデータを根拠にして夢を叶えるための、プロセスを体系化したのが、このメソッドなんですけど、個人的なね、ことになりますけれども、これが魚座の土星期に私としてはやったことです。で、今度じゃあお羊座の土星期になると、今度は発信していることとか理想としていることと現実的に実際に行動していることとの摩擦からちょうどいいバランスっていうのを受け取っていくっていう試練をしていくことになるんですね。だから自分が言ってること、発信していることは現実にちゃんと行動していかなきゃいけないっていう試練です。で、これ当然のことのようで、やっぱりちゃんとできている人は多分少ないと思いますから、ここの調整をしていく中でまだ何か新しい気づきが生まれていくんじゃないかなと。夢と理想、現実と実践、この2つをつなげておくっていう必要が生まれてくるのではないかと思います。それから、海王星と土星が魚座にいるときは、感情的なサポートがテーマでしたけれども、2025年はお羊座に2つが入ると、もっと具体的な支援とかアドバイスを提供することが大事になってくるっていうことですね。感情サポートだけの仕事よりは、ちゃんと目に見える形での支援、ヘルプをくれるようなお仕事っていうものをみんな求めているかもしれません。慰めるだけじゃなくって、実際に自分の才能や持ち物を使ってヘルプできるように準備しておくっていうことも大事です。人を慰めてあげるだけじゃなくて、実際にその人が立ち上がって、力をつけていくような何かを提供する。この練習期間でもあると思います。例えば、なんか綺麗になりたいけれども自分に自信がないという人に対して、魚座の海王星土星期は、あなたは美しいよってただただ励ましてあげることでサポートできて、それでありがたくみんな受け取ってたんですけど、今度はそうじゃなくて、お羊座だから、実際にあなたがちゃんとヘアメイクのテクニックを持っているとか、人を美しくするスタイリストの資格や才能を持っていて、それを生かして本当にこの人を美しくしてあげる。これが必要になってくるっていうことですね。だからこれをイメージしていただくと、他の仕事にも当てはめていただけるといいかと思います。海王星がお羊座に移ると、精神的な成長やサポートだけで、ごまかしは効かなくなるというような感じです。こうしたトランスサタニアンがお互いにアスペクトを形成しているここ数年の特徴は、来年も続いていきますので、そこから考えられるのは自然災害です。残念ながら。地震、水害、火山の爆発
などに注意が必要で、さらにアスペクトを形成しているから、地震の神様も水害を起こす神様も全部つながっているので、二次災害というのが怖いですね。これまでにない降水量を体験していくのがこれからの時代。なので、水の量が多いので、今までの地球だと水の流れる場所や吸収する場所の確保が追いつかない。そうすると、知らない間に水面下で地盤が緩んでるわけです。そこにまたポッと雨が降ったりすると、まだ乾燥してない、流れてない水、結局土砂崩れなどがとても怖い一年だと思います。日本は地震大国なので、何かものが作られるときに地震対策っていうのは十分できていると思うんですけど、他の国よりも。だけど、大雨とか暴風雨によっての水害っていうものに対してはまだね、日本の地下鉄とか大江戸線とかすごい深い、水が溜まってきてちゃんと流れるようにできてるんだろうかっていうところは、ちょっと見直しが必要で、あるのではないかと思います。さて、木星ですね。木星は2月の4日に逆行を終えると、双子座を進み続けて、6月の10日に蟹座に入ります。ここでエネルギーはガラッと変わりますね。今年はそこまでとそこの後と、だいぶエネルギーが違うと思っておいた方がいいと思います。で、木星は入っているサインの可能性を拡大して、そのサインが象徴するものへの関心を高めます。前半は双子座、後半は蟹座を強めるということで、前半に絞ると、双子座はコミュニケーション、SNS への関心。ここでも今まで言ってきた SNS でのヒーローの誕生ということが言えると思います。双子座は若い人とか子供とか、そういうものへの期待っていうのも高まりますから、何か、ヒーロー的なエネルギーもここも強いんですね。例えば政治でももっと若いヒーローが出てくるみたいなことも考えられるし、SNS から出てくるということも考えられますね。また、交通というのも双子座のキーワードで、特に国内の交通機関ですから、パブリックトランスポート、ね、バスとか電車とか地下鉄とか、そこの見直しは必須となりそうです。で、さっきの流れの中で自然災害がとにかく多くなる、水害も多くなって、日本は地震には対応してるけど、水害を甘く見ている節があるというところもありましたので、地下鉄とかね、道路など、水かさが増すことによって事故が起こったり、滞ったりするということに対して、公共機関、もう一度見直して、駅の作り直しとか、そういうことを迫られる事件が多くなるのではないかと思います。それから1月の12日にノースノード、ドラゴンヘッドが移る。これもすごく大事ですね。魚座に入るので、今年の日食、月食は魚座と乙女座ラインで起こるということになります。で、3月14日、乙女座の満月はだから月食になるし、3月29日はお羊座にまだ月があるので、お羊座の新月ですが、濃度は、魚座のね、ギリギリ最後のところにあるので、結局、魚座の濃度のエネルギーを受けた日食ということになります。9月8日の魚座の満月も月食で、9月22日の、新月も日食ですが、これは、魚座と乙女座ラインで起こる。だから、このラインでの気づきが強くなるんですね。で、このラインは何かっていうと、考え方とかマインドを修正していかないと、風の時代には生きにくいということに気づく人が多くなるということになります。何か分析的で理論的で乙女座的で、古いものが好きで、権力的なものを信じるみたいなものではなくって、もっと目に見えない背後にあるエネルギー、これから大事になってくるものとか予測するのが魚座で、そういう目を養う必要があることに気づく人も増えていくと思います。水星の動きはすべて火のエレメントで逆行がスタートするので、相変わらず火のエレメント、新しい考え方、新しい生き方、新しいメソッド、新しい学び、こういう調整期間であることがわかります。2024年逆行のなかった金星がお羊座、魚座のラインで逆行します。毎回言っていますが、水星の逆行はもう月1年に3回あるので、もともとは
そのマインドとかね、通信の彗星なので、そこが逆行しても、もともとちょっとしんどいところだからいいんですけど、金星っていうのは喜びの場所。その金星が逆行するのは、一番占星術的には辛いんです。それが3月の2日から4月の13日、まで起こる。ね。で、この期間ですね、さっき言った海王星と土星の動きや日食や月食の非常に複雑なエネルギーのある時期と重なっちゃうんですよ。なので、またこれ近づいてきた時にすごい詳しい動画を上げるつもりなんですけど、海王星のお羊座影響で夢に気づく、よし、これから私頑張ろうっていう人が増えるのに、なんか水を差す土星とか金星は逆行しちゃって、やっぱりそんなに簡単に楽しいことってやってこないのねみたいな現実の厳しさにこう目覚めていくような出来事が社会でも起こったりするかもしれません。まあ、こんなことをでも踏まえながら、そんなに悪い一年じゃない。ですね。やっぱり夢に目覚めていく人が多くて、ただ現実的にやればいいだけだから、やっぱりそういうお手伝いを私もたくさんしていきたいと思いますし、50歳、60歳代の人がすごく今私のクライアントさんも多いんですね。今からこうセプタグラムを習いに来る方もいて、そういう人たちの再誕生にはお羊座に入る天体が多いということは、本格的には2026年だけど、Why not? っていう感じで、2025年に始めてもいいじゃない。その方が早いに決まってる。なんでちょっとね、そういうやる気の出る50代、60代も増えていくかもしれません。ウェルカムです。ラッキーアイテムちょっと考えてみたんですけれども、双子座のところやっぱりエネルギーが強いですね。だから双子ラッキー。二面性のあるものラッキー。二つ対になっているものがラッキー。新世紀科学でも引用マークとかね、あと、ベシカパイシスとか今ちょっと出ないんですけど、そういうこう2つっていうものが全部いいです。スピリチャリティとリアリティのスピリアルもいいです。スピリアルメソッドも本当おすすめです。それからマーキュリーはラッキー、キーワードになりますね。マーキュリーの、水星の、キーホルダーとかあればいいんじゃないでしょうか。で、これで思いつくのが、私はキキララです。サンリオのキキララ、ラッキーアイテム。これ私個人的にキキララのファンなんです。ちっちゃい頃、みんなサンリオの推しがありましたよね。私はもうキキララばっかり買っていて、いまだにキキララが好きなので、ラッキーアイテムだと思います。新しい学びや情報というのももちろんラッキーですね。双子座っていうのは、とにかく新しい学びが大好きです。で、蟹座に移ってくると懐かしいもの、なんか新しいものと懐かしいものっていうのが、こう別個にあるように見えるんですけれども、例えば双子座は学びもあります。双子座のまだ前半に新しい学びを始めておいて、そして本当の自分っていうのが懐かしい自分を取り戻し、だから本当の自分を取り戻すような新しいものを学びをして、蟹座で落ち着く。学んで自分の居場所を確保するみたいな感じも起こりますね。だからこれが2025年の理想的な流れだと思います。で、後半の蟹座は愛、レトロ、ノスタルジー、ノスタルジーですね。可愛いもの、感情、そういうものも。だからまたこれもキキララ、双子座と懐かしい可愛いものでキキララがいいんじゃないかと思ったんですけれども。で、レトロなものもだから流行りそうですね。双子座で好奇心から新しい世界の学びをして、蟹座で居場所を決める。そして仲間同士っていうのも蟹座なので、そこで同士と出会って、これからの人生を支えていく、なんか土台のようなものをグループで固めていくようなイメージ。これがいいと思います。で、お羊座の土星とか回路の動きもさっき言ったように、一人で頑張ると傷つくよ。なんか一人ぼっちを感じて、あそこに入っていれば私も今頃あそこに行けたのにみたいな傷はたくさんうずくわけですので、一人での拡大は生まれにくいので、コミュニケーションとかね、仲間や同士、こういうものを積極的に作っていくという動きはとても大事だと思います。それから蟹座は仲間を助けていく人、で、蟹座は本当優しいですね。で、そういうところにラッキー運が来ますから、こうやって考えるとすごい日本人的、日本人は一人で頑張るよりも、人と一緒に応援をお互いし合いながら、なんかこうね、頑張るじゃないですか。その懐かしい日本人のあり方、蟹座ですね、またキーワードに戻っていくっていうのもいいかもしれません。
私は海外に住んでて、で、風の時代にこうみんな煽られすぎて、日本人の人も海外的な自己表現をガンガンみんなしていこうよって、確かにいいことなんですけど、なんかやっぱり苦しい人が多いのも事実なんです。私のクライアントさんなんかでも。なんか自分らしくない感じ、こんなにやってる私が。なんか苦しくなってきましたっていう人も多いので、2025年はそんな頑張り方をしなくてもいい。やっぱり日本人らしい、ちょっと奥ゆかしく、仲間と一緒にこう助け合いながら自己表現をするっていうところにラッキー運が来ますから、日本人にラッキー運が来るかもしれない。で、ただし、その最初前半に言ったプロパガンダとか権力に弱いっていう日本人のところは出ていかないと、手放していかないと、84年前と同じように騙されてしまう国民が、そこは世界から遅れていくので気をつける。学びは新しく、付き合い方とか取り組み方は懐かしい日本人らしく、これがいいのではないかと思います。ちなみに、こうやってラッキーカラーを考えると、自分の芯を持ったまま拡大していくということで、ゴールド、それからやっぱりこの仲間とか、一人よりもみんなへの優しさとか、仲間を応援する、ちょっとこうする感じですね。自分がこういうふうに、この人ってやってたら、スポットライトいつもここに当たってたのに、パッとこっちに、私に当たるのみたいな。だからこういう人多いんで、こういう人にスポットが当たるというのは私的にはすごく嬉しいと思ってるんですけど、この色で言うとグリーンですね。それから変容いち早く2026年もやるという意味では紫。こういったところがラッキーからかなと思います。さあ、それではですね、先生術では見切れないところが見れるのが、やっぱりこういうカードなんですが、この中でも先生術、カラーセラピー、数秘術、新世紀科学のエネルギーが全部入っている、これこそ新しい風の時代のために誕生したスピリア、セプタグラムソウルジャーニーコーチング。このシンボルから生まれたものですけど、そこのカードリーディング、本当にめちゃめちゃ当たりまして、私はもうこの3年間、このカードに助けられておりますので、どうやら自営業をやりたくなる人も増えるようなので、自営業どうやったらうまくいくか。こういうものをセプタグラムソウルジャーニーコーチングのプラクティショナーの皆さんにカードで占ってもらいましたので、その様子をご覧ください。一回お見せします。こんな感じでございます。はい。で、ちょっとね、ここから分かるようなことを、それぞれお話ししていっていただきたいんですけど、まず、聖子さんからお願いします。はい。やっぱりこのカードの全体的な、イメージをこう皆さん見ていただく中で、うん。すごいアグレッシブなものっていうカード1枚も出ていないんですね。すごい優しい感じのカードが出ていて、で、今までだと、人を助けることっていうか、サポートする裏方の人だったり、そういった人たちがスポットライトっていうのを当たることってなかったと思うんですけど、2025年からはやっぱりそういって陰で人をサポートしてきた人たちに逆にスポットライトが当たっていくっていう、そういう仕事の流れっていうのがこのカードから読めてます。そうですね。本当に大きな特徴で、普通仕事について書いたら、仕事の自己ね、主表現とかのカードいっぱいあるんですけど、1個も出なくて、人を見せている人たちのところに逆にスポットライトの位置が変わるよっていう、そこに自分が行かなくてもそっちに当たるよっていう、だから控えめな人たちにとってはすごい朗報かなと思いますね。じゃあ、ふみかさんも何かアドバイスお願いします。はい、本当に好きなことやソウルの喜びを貫くこと。で、それが例えば友達とか周りの人にちょっと惹かれちゃうようなことであっても、人に何を言われても自分の好きなことはやるぞっていうふうにもう吹っ切っちゃうっていうことが仕事の拡大につながりそうです。そうですね。なんか特にほら、スピリチュアリティとかって身近な人に惹かれたりすることがあると思うんですけれども、自分が好きなことで、特に人に惹かれるようなことがあっても、それで諦めたことがあっても、もう一回それやってみると、2025年はそれが仕事になるぞ。そんな感じですね。じゃあ、美穂さん。はい。人間関係は家、親、先生の関係を含めて自分が育ってきた環境、家庭の中で傷ついたり、外から植え付けられたりして封印してしまった感情や傷を手放していくと成功していきそうです。
そうですね。なんかそのインナーチャイルド的な、なんかね、自分で生まれても、長女だからしっかりしろって言われて、そう頑張ってきたりとか、さっきのスピリチュアル本当好きなのに怪しいって言われてやめちゃったりとか、いっぱい外からのでなくしてしまったこう自分への傷っていうものを、2025年はもう一度、本当のあなたでやっていった方が、そこに多分自営業の成功の秘訣があるよ。そんな感じですよね。かおるさんかおるさん。はい。はい。はい、そうですね。今までの皆さんの話の続きになるんですけど、これまでしてこなかったこととか、やっていなかったこと、例えば、学校の学びを超えた新しい学びなどに、チャレンジしたり、していくことで、仕事とかの、上昇とか成功につながるポイントがあるのかなというふうに思います。そうですね。その仕事の成功の表す場所のところに、いて座とかね、ドラゴンヘッドとか全部、その新しいものを学ぶ、新しい時代に合わせて誕生したものにチャレンジするっていうのが成功の秘訣っていうふうに出てますから、そこはキーワードだと思いますね。ゆきさん。はい。自己主張が苦手だった人にも、うん今までスポットライトが当たってこなかった方も多かったと思うんですけれども、そういう人たちにもスポットライトが当たってきて、お仕事での成功へのチャンスなどをゲットできる、機会が多くなると思います。うん、そうですね。さっきのカードを言ってたところの流れも、やっぱりこれ、もう一回同じカードが違う角度のところに出てますので、なんか自己主張が苦手な人、日本人ってすごい多いじゃないですか。でも、そこでなんか私ダメなんだわって思ってなくっても、そんなあなたの良さを必ず認めてくれる宇宙が、なんかそういう2025年になりそうですから、ぜひ、そういうのが苦手で諦めている人も希望を持っていただきたいと思いますね。みゆきちゃん。はい、皆さんおっしゃってることとちょっと重複する部分もありますが、やはり身近な方、例えば家族や、友人などの顔色を受けて、これまで始めてこられなかったとか、仕方なく演じてやめてみた、そういう方に、チャンスが来て、本当にしたいことを思い出して諦めずにもう一度始めることを選択することで、拡大につながるかと思います。そうですね。確かに、その流れにあります。そして、あさこさん、じゃあお願いし今メインになっていることが、入れ替わっていく時期になると思います。ます。うん。それも大きく流れてますね。今、いわゆるメインストリームって言われているものがメインじゃなくなるから、だとするとメインストリームにいる人は変えた方がいいですね。で、そうじゃないところにいる人は、そこにステイした方が、そこが上に、例えば医療も西洋医学より、その代替医療の方だし、学校の学びも学校の学びよりは、今までみんながそんなに大事だと思っていなかったものの学びの方が仕事になるし、お金になるって、全部入れ替わっていくから、なんで、そこを気をつけとかないと、もったいないですよね。慌ててね、成果がないからって変えてしまったらと思います。あと、先生術でもそうなんですけれども、何か、子供の頃の自分とか、懐かしい自分、新しい学び、新しいメソッド、新しいものが絶対いいよ、風の時代だからっていうのはさっきのカードには出てるんですけれども、それとはまた別に、懐かしさっていうのはすごく浮上してくるんですよね。で、それはなんか幼い頃の輝いていた自分だったりとか、なんかあの頃はあんなに輝いていた懐かしい自分とか、なんかそういうものです。で、そこにつながっていくようなお仕事も跳ねそうな感じがしますね。ということで、じゃあ最後に題して聖子さん、なんか見ている皆さんへメッセージを。そうですね。私も、もう50超えてるんですけれど、年齢は関係ないっていうことは言いたいんですが、やっぱり、いろんな学びを、これをご覧の方もされてると思うんですけど、やっぱり自分に戻る、作業というか、自分を取り戻すプロセスっていうのがすごくこれから大事になっていくと思うんですね。というのはやっぱりこれからどんどんいろんなことが起こっていくと思うし、
で、私もこちらの学びをすることですごく昔、これ好きだったなっていう、そういう懐かしい感覚を毎回毎回こう思い出していって、で、今日ご参加の皆さんと一緒にそういうなんか思いだったり、こう共感っていうのをこう一緒に楽しんでいってるので、皆さんもぜひそういう自分を取り戻して自分に戻っていくっていうことをやってみてください。そうですね。ということです。だからなんか今回自営業ねっていうものでしたけれども、本当の自分に戻っていく作業の中で信じているものを周りにどう思われるか関係なく、子供の頃のようなね、チャレンジ精神を持っていくと。で、そこに取り戻していくためには、なんかやっぱり古いものではなくて、新しい時代の学びを通していくと、そこに戻りやすくなっていくのではないかと思います。そして今メインじゃないものの方が仕事としては上に上がっていきますから、ちょっとそういう仕事の計画にね、加えてみるといかがでしょうか。ということで、セプタグラムの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ここからもう12星座別にちょっとシンプルにまとめたところをお届けしていきたいと思いますね。またどこか機会があればもっと一つ一つのサインを長めに解説していくっていうのも取りたいなと思ってるんですけれども、まずはたくさん言われすぎると何もしないってなっちゃう人もいるので、もうシンプルにここがキーワード、こんなことが起こる、こういうふうなことを気をつけてねっていうのを今回とりあえず出していきたいと思います。今回はここは、私のところでプロ先生術、新時代先生術を習ってくださっている、星読みナビゲーターの何人かが手伝ってくれてますので、ちょっと皆さんのお手伝いもいただきたいと思います。まずは、お羊座からゆきさん、お願いします。お羊座さんは自分の喜び、社交の仕方なども、もう一度アイデンティティを作り上げていくための見直しをせざるを得ないことが起こりそうです。特に前半は学んだつもりでも、まだ足りていなかった自分に気づくので、2025年はお羊座さんにとってラッキー行動でもある学びがおすすめです。すると、2026年、お羊座時代の恩恵を受けることができるでしょう。はい。ゆきさん、ありがとうございます。お羊座。ね、本当に土星と海王星がお羊座を直撃2025年しますから、2025年は本格的に人生そのものの方向をお羊座は大きく変わる方向転換をする準備。で、2026年には本格的に変わっていくっていうこともありえますので、今年ね、大事にしていただきたいと思います。では続いて、お牛座行ってみたいと思います。お牛座は聖子さん、お願いします。大志座さんは、この数年間、天王星が大志座に滞在していた影響で、頑固さを手放すような経験をした方が多いはずです。なので、成長した自分を信じる一年にしてみるといいでしょう。そして、大志座さんのマイペースさを大切にしながら、自分が持って生まれた才能や持ち前の良さをしっかり発揮していくといい方向に向かいます。気をつけて積極的にやってほしいのは、負の感情の手放しです。自分はまだまだ足りていないという感情があれば、すぐに手放してください。はい。ありがとうございます。聖子さん。お牛座ですね。この7年、本当に頑張ってきたと思う。自分が変わらないといけないっていうメッセージばっかり受け取ってて、天皇制の影響で、辛かったお牛座も多いと思うんですね。なんで私が悪いの？私が変わらないといけないのみたいな。でも、お牛座さんの穏やかさっていうのは、2025年もっと認められていきますから、期待してください。さあ、それでは続いて、双子座です。双子座は美穂さん、お願いします。双子座は2025年は拡大の1年です。一つの行動があっという間に拡大していったり、あなたの言動が思った以上に拡大を生んだり、大きな影響を人に与えたりします。思いもよらないチャンスもあります。現状に満足せず、もっと上を目指している自分で居続けましょう。開運行動としては、深く考えすぎないフレキシブルさと上昇につながる人間関係を大切にするために、友達選びにも注意しましょう。
はい、美穂さん、ありがとう。双子座、私も双子座なんですけれどもね、天王星、木星、ね、賑やかな天体が双子座に入りますので、やっぱり賑やかな一年、なんか大きく人生が変わっていくっていうことが、こう、兆しじゃなくて、実際に双子座は今年に起こるっていう感じなのが他のこう天体と、サインと違うところ、もう双子座そのものが一番大きく人生変わる、拡大する。この出来事に期待していきましょう。はい。では続いて、蟹座ですね。蟹座は私から、木星蟹座に後半が入っていくということで、前半は特に木星蟹座期への準備。で、蟹座は今年人生が飛躍的に変化する人が多いです。蟹座さんの持っている信念とか社会的使命の関心が高まっていく一年なんです。蟹座の方ってそういうところよりも家庭でいい母で居続けようとか仲間を守ろうとかいう目立たないところにいようとする傾向があるんですけど、今年はそうじゃなくて信念を持って社会的使命をちょっとやってみたいっていうふうになる人が増えるはずですね。ドラゴンヘッドの移動の影響も受けて、それが蟹座の使命を思い出せっていう場所に入ってくるっていうのもあります。で、心優しくて家族や仲間を助けることがデフォルト設定の蟹座だからこそ、仲間や家族と仕事や社会的な使命というこの相反するテーマを行ったり来たりする2025年なんですけど、そこでの悩みは増えていきます。でもこれをすることによって使命に燃え始めても、今のやり方だと家族や身近な人に費やす時間が多すぎるっていう課題が浮上していくことによって、ちょっとそこからステップアウトしようかなっていう動きが開運です。蟹座は家庭が大切ですが、正反対の使命へのエネルギーが強いのが2025年。だから葛藤しつつもだんだん蟹座にとっての手放し、必須なのは家族や仲間を手伝いすぎてしまう優しすぎる自分を手放して、実はそれって彼らの自立を阻んでしまっている。手伝わないで失敗させてあげて、自分は自分で自分の使命のためにちょっと頑張ってみようとするっていうところにステップアップしていくと、もうすごい飛躍的に仕事でガーンと上昇していく可能性があります。蟹座はチャンスの2025年ですよと言っておきたいと思います。では、獅子座、私から。獅子座はコミュニティとか同志、ね、同じ目的を持った仲間とのつながりからたくさんの恩恵を受けるのが2025年ですから、持ってない人はそれを作る。ないがしろにしてた人はもう一度構築する。だってそこから恩恵があるのにもったいないですよねっていうことです。一人で頑張るんじゃなくて、同じ目的を持った人とイベントをするとか、一緒に活動するっていうことが多くなりそうです。お誘いもあります。で、それには乗った方がいいです。お誘いがないならば、ちょっと自分で作ってみるっていうのも必要かもしれませんね。ドラゴンヘッドのこう移動していく位置からも、深い人間関係を求めることで人生が上昇する。めんどくさいと思ってちょっと人間関係をないがしろにしていた人は上昇気流に乗れないので気をつけてください。独自の才能や興味、獅子座は本当に才能が特別なものある人が実際本当に多いです。で、それを使って、それを個人の喜びや趣味、絵を描くのが好きだからとか、なんかクラフトが好きだからとかいう、そういう趣味の追求に使うんじゃなくて、それを生かして、その自分の役割を持って、同志との一緒の合同のイベントなんかで、共に世界や社会に呼びかけるような仕事、そういうことに時間を使うを意識すると、ものすごく拡大します。それでは続いて、乙女座です。ゆみかさん、お願いします。2025年の乙女座さんは仕事場でかなり評価が高くなります。仕事の仲間や仕事のコミュニティでの役割、責任が大きく拡大しますので、謙虚にならずにそれを受け入れていきましょう。今よりももっと自分に自信を持って大物のように振る舞うことが開運行動です。焦らず策略も必要なく、ドーンと構えていれば OK です。はい、ふみかさんありがとう。乙女座ね、責任感強い乙女座だからこそ、なんかこうね、役割が増えると、それがプレッシャーになるかもしれないですけれども、大抵自分にも厳しいっていうのが乙女座なので、本当に結構うまくやってます。自分で自信を持ってください。みんなよりも点数あなたは辛めにつけすぎているだけです、自分自身に。なんでね、もう少し甘くっていうことも大事。ただですね、内
っていうことを、土星がそこにも入ってるし、海王星も入ってるんで、厳しすぎる内政はダメだけれども、甘すぎるのもダメ。バランスをちょっとね、取っていってみてください。では、続いて天秤座です。かほるさん、お願いします。天秤座、パートナーシップ人間関係の学びは引き続きある2025年です。人間関係のテーマで理想を打ち砕かれる出来事がありそうです。夢を叶えていくためのチャレンジは続けていくべきですが、現実的に夢を叶えていく年なので、今までにありがちな理想重視な夢ではなく、自分の頑張りで必ずたどり着けるゴール設定に再設定してみるのがいいです。ありがとう。かほりさん、天秤座ですね。もう天秤座そのものが、人間関係とかパートナーに関してずっと一生やっていくサインなわけですけれども、今回は、相変わらず天秤座は2025年、運気の流れずっと最近いいですけど、いいんですね。だから広がりを生む時なので、なんかこう、セーブしすぎないことは大事なんです。相変わらず拡大し続けるエネルギー合ってますからね。ただ、パートナーや個人的なこう社交に関しては、天秤座はそこが得意だからこそ、ついついもうやり続ける場所だからこそ、そこに試練の土星のエネルギーも受けますから、だからその得意なとこなのに強みとして活かせてない自分に辛いと感じる可能性はありますけれども、そこはね、調整だけですから、自己否定はしないようにっていうのも大事。無理しすぎないことも大事だし、健康のルーティンの見直しもありますからね。なんかこういろいろと無理しすぎて自分にあんまり厳しくなりすぎるとしんどいんで気をつけてください。では、さそり座、私から。さそり座は人生、今年生まれ変わることができる年。深い地下みたいなところにいた。そんな見えないところで研究し続けたり、コツコツと学び続けたり、努力をしてきたものが、外から見える形で評価されたり、一気に有名人になる可能性がさそり座さん、2025年あります。さそり座の持つ底力っていうのを周りの人が認めていくような出来事もすごく多くなります。で、改めてあなたのこれまでの人生で突き詰めてきたものとか、ずっとやっているものとか、興味があるもの、そういうところから生まれたあなただけのアイデンティティっていうものを力強く自信を持って自ら外に分かるように宣言していきましょう。ただずっとコツコツしているだけだと見えてこないけど、今年は評価されるから自分で外に出していくとめちゃめちゃやってきますから、チャンスが。ぜひやってみてください。いて座ですね。いて座は人間関係とパートナーシップのところに大きな天体の影響がありますね。で、そこをもう一度見直して、フェアな関係とか、より自由な関係として築き上げるべき時です。自分が力を持ちすぎている親子関係だったらやっぱり少し譲るとか、逆だったらもう少し権利の主張をするとか、そういうふうにして人間関係のところを徹底的にやらされる。それから法律とか裁判に関わる出来事が起こりそうという可能性がいて座には今年ありますね。それもあるので、ちゃんと自分の権利の主張、あるいは自分が権利を持ちすぎていて、下から何か言われないように、裁判を起こされないように気をつける。いずれにしろ人間関係のところでこういう問題が起こりそうなので、早めに解決しておくことがいいですね。家族間での干渉とか、親族同士での問題が起こったりということもありますから、そこの見直しも必要かもしれません。で、開運行動としては、あなたを応援してくれる人間関係、友達とか仲間とか、その家族間以外のところで、そういうものを大切にしておくと、問題が起こった時に、そういう友達がものすごくあなたを助けてくれることになりそうです。さあ、続いて、ヤギ座、私から。
ヤギ座さん、冥王星が長い間いましたね。見張られてる感じで辛かった人もいるかもしれませんけど、やっと出ましたので、本当に自分を見つめ直すことをずっと数年間やってきたヤギ座さん、まずはお疲れ様でした。本当によく頑張ったって自分をいたわってあげる2025年にしてもいいくらいかと思います。で、それによって見つめ直したあなたが、ここから先2025年は、特に仕事とか収入ですね、のところで新しい価値観とか、新しい形が生まれそうです。で、これはいい方向に動いていくんじゃないかと思います。見直した後だからね。で、特に日常の時間の管理とか、健康的な生活習慣の見直し、もっと効率よく日常と仕事をうまく組み合わせていくということをすると、ものすごくそのスケジュールの中で仕事がガンガンはかどって、もっと思っていたように収入を入れていく計画というのが立てやすくなりますね。そして、課題はですね、家族のところで起こります。家族に関する課題、試練、多くなります。でもそれがきっかけで日常のスケジュールの見直しが必須となるので、結果的にはこの課題があったから取り組んだことにより解決して仕事がいい方向に向いていくという流れになります。もう一つやってほしいのは、ヤギ座さんは今回天体の入る位置のラッキー運は学びに流れているので、もう自分が学びは完結したと思わないで、自己否定ではなく、積極的なポジティブな気持ちで、もう習ったことでももっともっとテクニックを磨いていこうっていうふうな積極的な態度がものすごく幸運をね、引き寄せてくるんじゃないかと思います。では、続いて、水亀座、そのまま行ってみましょう。水亀座も私の方から。水亀座さんはそこに冥王星が入りました。19年間ぐらい冥王星と共に過ごす月日が始まります。つまり、ここからしばらく変容を余儀なくされるということなんですが、おすすめなのは水亀さんはね、もっと自分の個人的なプライベートの時間とか、恋愛だったり、恋人だったり、家族との時間とか、自分の趣味とか、喜び、この時間を多めに取る、それを大切にするという方向に変容をしていく意識を持ってください。なんか周りとか友達とか社会のためにの方が水亀座さんって強いんですよ。それを変容させていきましょう。なので今年はクリエイティブなこととか喜びにあふれた時間とかなんか何の意味もないように思えるようなただただ楽しい時間、これ多くやってきますので、それをリフューズするんじゃなくって、積極的に、じゃあやってみようかな。ちょっと仕事置いといて、それ行ってみようかな。パーティー参加してみようかな。これがいいです。そうすると、新しい趣味が生まれます。新しい出会い。あ、こんなアーティストいたの？私、推しができた。みたいな。すごいプライベートが楽しく充実していくんです。これが起これば、19年の変容のスタートにとっては最適です。そこで、この19年間、ものすごく楽しくていいこと、収入、いろんなものが増えてきますので、そんな風に見てみてください。あと、投資の場所も、拡大運が流れているようなので、この投資もいいんですけど、自分への投資がいいですね。これで見ると。自分のためにお金を使うがいいのではないかと思います。さあ、それでは最後、魚座です。魚座はかなえさんお願いします。2025年は魚座にとって再誕生の年です。今まで家族や仲間といった身近な人たちとの関係で自分らしく生きられなかったという魚座の人たちが、これから自分らしく人生の基盤を自分軸に変えるというやり直しのチャンスがたくさん訪れそうです。自分自身の人生を生きるための基盤を築くための2025年。それが今後自分の夢を実現したり、富や資産を生み出すといった拡大につながるでしょう。魚座さんね、愛すべき魚座さんですけれども、なんかこう夢の世界のようなところにずっと居続けて、自分が目立たないところでもいいやっていう諦め、なんかある意味諦めの人生であったりする人も多いんですけど、現実的な成果を起こす場所に天体の影響が2025年すごいありますよ、魚座さんは。
ですから、なんか夢見がちな魚座さんがどんどん稼いでいったりですね、本当にこう収入が増えていったり、仕事で成功していったりする可能性ありますから、そんな魚座さんも見てみたい。なんかそんな自分も許してあげてください。ということで、12星座別このようにして、皆さんからアドバイスをいただいてみました。いかがだったでしょうか？ちょっと簡易的なものではありますけれどもね、今回はこういう動画にさせていただきました。今言ったように、もうすごい2025年、どんどん天体の1月からいきなり濃度の移動とか、ね、何か逆行が終了したり始まったりありますので、毎月全部上げていきます。なので、ぜひまだの方は、チャンネル登録をしていただいて、こんな動画上げてほしいみたいなリクエストもそうですし、なんかどこの動画を見て感じたこととか、何かこう決意したこととか、コメントに書いていただくと、皆さんのそのポジティブな、やる気とかね、のコメントにはもう全部私、エネルギーを毎回送っているんです。クリスタルショップなので、すごい大きなクリスタルいっぱいありますので、ここのコメント欄の温かい皆さんにいつも素敵なことがありますように、来年も2025年も送り続けますので、ぜひ仲良くしてください。で、まだの方はぜひ個人セッションというのは相変わらず2025年も続けていくつもりです。全部オンタイム、オンラインでできますので、詳しくは概要欄のところ見ていただけると、嬉しいです。ぜひ皆さんとお話しできる、日がね、来ることも楽しみにしております。で、みんなで幸せになりましょう。2025年、本当にいい年にしていきましょう。ということで、素敵な2025年を。